このメモリの読み方知ってますか？どうも皆さんこんにちは。今日はね、このレンズに書いてあるメモリの話です。マニュアルレンズがスタンダードだった時代は、こういうレンズに書いてあるメモリ読めるの当たり前だったと思うんですけど、今の時代初めて使ったカメラはスマホのカメラっていう方も多いし、今やオートフォーカスが超高性能なので、何年もカメラを使っていてもマニュアルフォーカスには全く縁がないっていう人もいると思います。最近のレンズの場合、そもそもこのメモリが書かれていないものも多いし、こんなメモリ見たことないっていう人もきっといますよね。ちなみに私が持っているレンズの中では富士フィルムのレンズで、こんな感じでマニュアルフォーカス設定に切り替えると距離メモリが現れるものもあります。私もカメラを始めた最初の頃はオートフォーカスしか使わなかったので、このメモリの読み方知らなかったし興味もなかったんですけど、いろんな撮影をしていくうちにマニュアルフォーカスって結構便利と思うことがあって、このメモリをしっかり見るようになりました。最近ではストリート写真撮影をするときにずっとマニュアルフォーカスを使うっていうこともあります。時と場合によるんですけどね、こういう感じで数字がいっぱい書いてあるので、なんかややこしそうに見えますけど、実はとてもシンプルです。マニュアルフォーカスに興味ない方もいつか便利だなと思う日が来るかもしれないので、よかったら今日の動画最後まで見てください。今日はこのレンズ、メモリの文字がはっきり太く書いてあって見やすいので、このフィルムカメラ時代のレンズを使います。 28mmF3.5 のレンズです。これ私はフィルムカメラ用に買ったんですけど、今日はソニー α7 III にアダプターを使って接続した状態で見てもらいます。レンズ見てみましょう。ここがアパチャーリングです。F 値を調節するリングです。で、こっちがピントリング。ここでピントを調節します。では実際にピントを合わせていきます。例としてまず F8 に設定します。このオレンジ色の線があるところに8という数字を持っていきます。で、次、カメラから被写体の位置の大体の距離を自分の感覚でなんとなくこれぐらいかなって目測して距離メモリを合わせます。ここでは例としてカメラと被写体の距離2メートルとします。今 F 値を先に設定したんですけど、場合によっては距離を先に設定するっていう時もあります。で、こちら上に水色の文字、下に黄色い文字で距離が書いてあるんですけど、上の水色の文字はフィート表示です。下の黄色い文字がメートル表示です。日本ではメートルが一般的なので、私たちは下の黄色い文字だけ見てれば OK です。今 F 値と被写体までの距離を合わせただけなんですけど、このレンズのピントが今どこに合っているのか、すでにここに答えが出ています。いちいちファインダーやモニター表示でピントの位置を確認しなくてもいいです。どこを見るとそれがわかるかというと、こちら今 F8 に設定してあるので、この8と8に挟まれているこの区間を確認します。するとカメラから 1.2 メートルのところから7メートルの区間にピントが合っていると読み取れます。で、次 F11 に設定して距離は2メートルとします。そうするとピントが合うのはだいたい 1.1 メートルから無限遠と読み取れます。今挙げた2つの例は F8、F11 とかでね、被写界深度深めの設定でした。当たり前ですけど結構ね、広い範囲でピント合ってますよね。次、被写界深度浅めの設定見てみましょう。F3.5 で被写体までの距離 1.2 メートル。そうするとピントが合う区間は1メートルから 1.5 メートルの間。ピントが合うのはたった50センチの区間というふうに読み取れます。このメモリ、数字がたくさん並んでて一見すごくややこしそうに見えるんですけど、この読み方さえ分かってしまえばすごくシンプルで分かりやすいですよね。というわけで今日は以上です。また次回お会いしましょう。さよなら。